皆さんも日本語の勉強をし始めた時に、日曜日はちょっと用事がありますからと練習させられたことがあると思います。きっとみんなは、ちょっとって何？ little bit, what? って思ったことがあるかもしれません。絶対一回は、ちょっとって何やねんって思ったことがあると思います。はい、皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. First of all, I would like to thank Skillshare for sponsoring this video. Skillshare is an online learning community where you can learn about anything. There are so many professionals sharing their amazing knowledge and skill, including languages, photography, video, cooking, and more. Recently, I started to watch Korean lessons by K1 Kim-san. I hope I'm pronouncing it correctly.But his lessons are very good and easy to understand. I highly recommend Skillshare, especially if you like to use your time more effectively learning about new things in 2021. Also, it's less than $10 per month with an annual subscription. And the first 1,000 of my subscribers to click the link in the description box will get a free trial of premium membership.So if you're interested, please check it out. OK, じゃあ日本語の聴解練習をしましょう。今日は日本語だけで話す動画を作りたいと思います。私は外国人の友達に、どうして日本人は嫌な時に嫌だって言わないの？って聞かれることがよくあります。私も実は海外に留学した時に、自分が嫌な時に嫌だって言えないことに気づきました。スペインに留学していた時に、ホストマザーによくSí o no って言われていました。スペイン語を話していても、はっきり No ということは、私にとってすごく難しいことでした。スペインでできた外国人の友達に、初めてはっきり No と言われた時も、かなり衝撃的だったのを今でも覚えています。日本で生まれて、日本で育った私にとって、はっきり嫌だということはすごく難しいことでした。それは相手がどう感じるか、どう思うかを先に考えてしまうからです。もちろん家族には正直な気持ちを言いますが、仲のいい友達にもはっきり嫌だと言えないことがよくありました。皆さんも日本語の勉強をし始めた時に、日曜日はちょっと用事がありますから、と練習させられたことがあると思います。きっとみんなは、ちょっとって何？ little bit, what? って思ったことがあるかもしれません。絶対一回は、ちょっとって何やねんって思ったことがあると思います。日本人は、いや、したくないとか、他のことがしたいという代わりに、遠回しに他のことを言ったりします。そしてそれを言われた人は、その人の本音を理解しようとします。でも、言い訳したくないときは、全部受け入れて、嫌なのに、いいよ、と言ってしまったりします。相手を傷つけたくない、相手に嫌われたくないという気持ちで、本当の気持ちを言わないことが時々あります。日本語を勉強している皆さんは、これを知っていると、日本人とコミュニケーションが取りやすくなるかもしれません。日本人は和を乱すこと、衝突することをできるだけ避けます。和を大切にすることは昔から日本人が大切にしてきたことです。約1400年前に聖徳太子という皇族がいました。その人が約1400年前に17条憲法という憲法を作りました。その憲法は現代の憲法とは違って貴族や国のために働いている人のために作られたんですが、その憲法の中で第1条に書かれているのは和を大切にするということ。話し合いながらみんなで協力して働くということでした。それは貴族とか国のために働いていた人だけじゃなくて、日本人がずっと大切にしてきたことです。私も他の人と調和しながら生きていくことはすごく大切なことだと思います。やっぱり私たちは一人では生きていけないので、周りの人のことも考えて行動することとか、思いやりを持って人と接することは本当に大切なことだと思います。でも違うと思っているのに、そうだね、
ということは本当に調和なんでしょうか？嫌だと思っているのにいいよということは本当の意味での調和ではないと思います。他の国の人と交流してみんなが教えてくれたのは自分の中にも調和がないと他の人とも本当の意味で調和できないということです。これに初めて気づいたときは雷に打たれたような衝撃を受けました。孔子の言葉にこんな言葉があります。君子は和して動ぜず、小人は動じて和せず。意味は辞書の言葉を借りると、徳のある優れた人は調和を大事にするので、協調はするが、やたらと同調したりしない。その一方で、つまらない人物は主体性がないので、簡単に同調するが、それは表面的なものであって、心からの調和はできないという意味です。ちょっと難しい日本語ですが、簡単に言うと、調和と同調は違うということです。同調は、そうですね、賛成です、ということです。調和の意味は、また辞書の言葉を借りると、二つ以上のものが互いに釣り合いが取れ、整っていること。和を大切にするということは、いつでも、ということじゃなくて、自分の意見もしっかり持って、相手に伝える勇気を持つこと。そして相手のこともしっかり聞いて、お互いの意見を交換することだと思います。私は実は10代の頃、日本はすごく生きにくいと感じていました。それは自分の意見があっても言わない方がいいと思っていたからでした。無意識に人と同じことを言わないといけないというプレッシャーを感じていました。でも、調和と同調は違うということに気づいてから、相手の意見も尊重しながら、自分の意見も尊重できるようになりました。そして年齢が違っても信頼関係があればいつでも本音で話し合えることに気づきました。もし本音で話し合えなかったらそれは表面的な関係にしかならないので深い関係は築けないと思います。ただ誰と話す時でも何かを言う前に相手の気持ちを考えることや言い方を考えてから話すことは本当に大切なことだと思います。それは日本人がずっと大切にしてきたことなので、これからも変わってほしくないです。日本人と話すときに私が心地いいなと思うことは、ほとんどの人は話を遮らずに最後まで聞いてくれることです。あとはグループで話しているときに一人だけずっと話すことがあまりないことです。もしグループの中で全然話していない人がいたら気を使ってその人に話を振る人がグループの中に一人はいると思います。今日言ったことはあくまで私の個人的な意見です。私は日本のいいところを残して他の国のいいところを取り入れれば日本はもっと生きやすい国になると思います。皆さんは日本人とコミュニケーションを取るのは難しいと思ったことはありますか？この調和と同調という概念についてどう思いますか？皆さんの国ではどんなコミュニケーションの取り方をしますか？皆さんの意見や経験も聞きたいので、ぜひコメントしてください。OK、今日も見てくれてありがとう。また次の動画で会いましょう。またねー。